ヤフオクで入手したアクセサリーを一つ一つ丁寧に検品していきます。はい、あとちょっとなんですけれども、果たして今日これ全部終わるのか。はい、あと 545g です。では始めていきます。発掘スタート。どうも、ジャンプ鉱山ラボです。はい、およそ 2.5 キロぐらいの結構な量だったんですけれども、それをね、こんな感じでですね、一つ一つですね、見ていきまして、毎回動画でですね、こんな感じで、中をね、一つ一つ確認しながら検証してるんですが、あとね、500g ちょっと、もうちょっとで、終わるんですけれども、果たして、今日は一体何が出るのか。では始めていきたいと思います。はい、では一発目、何が出るのか。何が出るのかな。はい、じゃーん。なんだこれ。なんか、なんか見たことありますね、これ。何のマークでしたっけ。なんかの多分、商品のマークだと思うんですけれども。では、これをね、じゃーん、このルーペで拡大してみていきましょう。はい、どうですか、見えますか。こんな感じのね、これ傘のマークだと思うんですけれども、この傘のマークがついた指輪です。特に、見た感じですね、素材を示すような刻印はありませんでした。この傘のマーク、なんか昔なんかで見たことあるんですけれども、何でしたっけ。靴下ですね。靴下によくこのマークついてるのなかったでしょうか。はい。では、スマホのね、マクロレンズで拡大して見ていきましょう。じゃん。こんな感じの傘のマークがついた、多分指輪だと思うんですけれども、表面がね、このツルツルのなんか塗装みたいになっている、なんでしょうね、エナメルとか尻尾っぽくもないですね。なんか普通に色を塗ったような感じなんですけれども、そういった加工をしてある指輪です。はい。横から見ると結構厚みがあって、こんな感じの、なんでしょうね、真鍮みたいな色をしてるんですが、はい、こんな、平打ちっていうんですかね、平らな指輪です。はい、こんな感じでした。では次行ってみましょう。次は何かな。じゃあ、はい、出てきました。このパワーストーンみたいなね、ブレスレットです。ではこちらね、また拡大して見ていきたいと思います。じゃん。こんな感じのね、なんでしょうね、ちょっと何の玉かはわかんないんですけど、このオレンジっぽいやつはよく出てくるメノウの玉に似てるんじゃないかなと思います。あとこちらね、おなじみのタイガーアイ、トラメイシだと思います。こんな感じのね、ぎゅっと拡大すると繊維状の模様が見られます。こちらおなじみのトラメイシ、タイガーアイではないかと思われます。こっちの色が違う方はちょっと何なのか分かりません。あとはね、この透明な水晶っ
ぽいね、丸い玉とカットされた、石がついています。こちらちっちゃいんですけれども、こんな感じでね、針状の結晶がたくさん入ってる、こちらルチルクォーツなんじゃないかなという、綺麗な玉がついています。そんな感じのね、パワーストーンみたいなブレスレットでした。では次行ってみましょう。次、残りね、こんな感じの、じゃあ次どうしようかな。指輪行ってみましょう。指輪。じゃーん。こんな感じのね、結構、なんて言うんですかね。メンズリングみたいなのが出てきました。ではこちらもね、拡大して見ていきましょう。こんな感じのね、段々の模様がついた特徴的なデザインです。男性向けのメンズリングのように思われます。このね、段々の模様は一体何なのかと申しますと、時計のね、ジュビリーブレスのようなデザインになっています。そして真ん中に大きなカットされた石がついているんですが、こちらはおそらくですね、キュービックジルコニアのような合成された石だと思われます。では刻印などがないのか、指輪のね、内側の方を見ていきましょう。こんな感じでなんかね、刻印見えます。そしてぐるっとね、内側を見渡すと、こちらもちょっとなんか見えますね。こちら一体素材は何なのか、手に持ってみますと、ちょっとね、見た感じのこの武骨さから比べると、軽いんじゃないかなというのが私の経験の感覚ですね。では内側の刻印見ていきましょう。1.00 石目のようなんですが、1カラットって言いたいんでしょうけれども、さっき見た感じでは、天然由来のね、ダイヤモンドみたいな宝石ではなくて、こちらキュービックジルコニアのような、模造石のため、この辺の石目にね、なんか意味があるのかなっていうと、あんまり意味ないんじゃないかなと思われます。正面から撮るとこういう感じでね、綺麗なんですけれども、なんていうんですかね、ここにキュービックジルコニアの石目を入れるのはなんでなのかなという、ちょっとよくわかんない作りになってます。で、もう一つね、反対側の刻印が、18KGP ってなってますね。ここに 18KGP の刻印があります。ということは、メッキ製品ということです。こんな感じの、男性向けの指輪でした。では次行ってみましょう。次は何かな。じゃーん。このハートのね、ちょっとチェーン、どっか行っちゃったのかな。なんかペンダントトップだけね。出てきました。こんな感じのちっちゃいハートのやつです。では、見ていきましょう。これは、構造的に、このパターンと開くタイプですね。になっています。では見ていきましょう。ここですね。この隙間のところを、こんな風にね、こじってあげると、開きました。中にね、このロケットペンダントみたいに、しまえる構造になっています。こんな感じです。
ちょっとね、内側少し長板のところ緑色のが出てしまっています。これは極小と呼ばれる腐食の反応です。はい。ではひっくり返してみましょう。こんな感じで表面はね、かなり綺麗な金色をしています。タガネの模様もおそらくこれ手彫りなんじゃないかなと思われるね、綺麗な模様が入っています。後ろ側はこんな感じで、素材の方なんですけれども、かなりね、いい金色をしてるんですが、おそらくこちらメッキ製品なのかなと思われます。なぜかっていうと、内側の方ね、この緑色のが出てしまっているので、金とかそういったものではないんじゃないかなと思います。はい、素材を示すような刻印はありませんでした。はい、そういったペンダントトップです。では次行ってみましょう。次は何かな。じゃーん。はい、またペンダントトップだけね、出てきました。もしかしたらこの中にね、チェーンが外れて残っているのかもしれないんですが、ちょっとわかりません。こんな感じのね、少し大きめの、なんか石がついたペンダントトップです。はい、では見ていきましょう。拡大してみるとこんな感じ。はい、若干ピンクがかった中に内包物がね、確認できる、石がついています。天然由来を思わせるような内包物が見えますので、まあなんかクォーツ系なのかなと思います。色の感じからはローズクォーツなのかなという印象です。はい。裏側見て、素材を示す刻印がないかぐるっと見たんですけれども、素材を示す刻印はありませんでした。はい、そういったペンダントトップですね。はい、そういったお品物でした。では次行ってみましょう。次は何かな。はい、この、パワーストーンみたいなね、ブレスレットが結構あるので、ちょっとまとめてね、見ていこうかなと思います。こちらと、それから、でも結構絡まっちゃっててうまく取れないですね。取れそうなのは、こんな感じかな。この3つ。はい。ちょっとね、大きめなのもあります。では、こちらから見ていきましょう。じゃーん。はい。こんな感じです。ちょっとね、小さい玉のものもあるんですけれども、これカットされたやつはなんかこんな感じでキラキラです。で、少しね、大きい玉の方は何やらね、このルチューっぽいのが見えます。はい、では拡大して見ていきましょう。じゃん、この小さい方の玉は白っぽくて内包物確認できるんですけれども、これだけだと何なのかわかんない感じです。で、もう一つはよくね、出てくるクォーツっぽいね、カットされた玉です。結構ね、綺麗に、反射しています。で、大きな方なんですけれども、はい、こちら、針状のね、結晶がたくさん見えます。これもさっきの小さなね、ルチルクォーツと同じようなやつなのかなと思われます。あとはこの色がついたものと、あとこの紫っぽいやつですね。色のついている。同じく針状の結晶がね、中に見られるものがあります。はい。パワーストーンみたいなね、ブレスレットでした。ありゃー。はい。オビロンゴムが、もうね、
傷んでたみたいでバラバラになってしまいました。ありゃりゃ。はい、こんな感じで色変わっちゃってますね。途中細くなったりもしてて、オビロンゴムの方がもう経年劣化で、まあもう使えないような状態だったみたいです。はい、残念ながらね、バラバラになってしまいました。はい、なんとか玉の方を拾い集めてみますが、まあ部屋のどっか端っこの方に転がってっちゃったみたいなので、これはちょっとこういうバラバラになってしまったということで、はい、取っておきます。はい、バラバラになったおかげで、よりね、このルチルクォーツをはっきりと見ることができます。はい、ちょっと残念ですね。どっか転がってっちゃいました。あ、もう一個あった。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい、では次行ってみましょう。次は、そしたらですね、なんだろうな。じゃあこのキラキラ行ってみましょう。このキラキラ。すごい絡まってますね。これ取れるのかな。この絡まってるやつは一旦ですね、取り出して、ここに置いておきましょう。で、次行ってみます。はい、じゃーん。なんか大きいね、キラキラの石がついた指輪が出てきました。はい、こんな感じです。はい、これサイズを測るゲージ棒です。ここにね、数字が書いてあるので、こんな感じでですね、スッと通してサイズを見ることができます。はい、だいたいね、16号ぐらいです。はい、そんな指輪なんですが、素材を示す刻印の方は内側を見たんですが、特にありませんでした。では石の方ね、結構綺麗なんで見ていきます。じゃん。こんな感じのね、透明なカットされた石がついています。多分ですね、こちらも先ほどと同じようにキュービックジルコニアのような合成石だと思うんですが、サイズがね、結構大きいんで、こんな感じでキラキラで迫力があります。はい、そんな感じの指輪でした。では次行ってみましょう。次行ってみます。次は何でしょうね。こちらすごい絡まっちゃってます。この絡まりはこのパーツをね、外した。これ磁石ですね。磁石のやつを外して解いていくことで、綺麗に外すことができました。はい、こんな感じのなんでしょうね、このまた磁石っぽいやつですね。この黒い玉も、磁石、健康磁石みたいなやつです。はい、では見ていきましょう。じゃーん、こんな感じのね、黒い玉です。はい、かなりね、反射するツヤツヤのタイプなんですが、真ん中だけね、なんか違う石がついています。はい、こちら磁石の方がつくのか試してみましょう。はい、じゃあこちらネオジム磁石というとても強力な磁石です。それでつくかどうかやってみましょう。はい、思いっきりついちゃいました。なのでこんな感じで磁性のあるね、こんな感じの玉がついたネックレスです。はい、では次行ってみましょう。次はこちらこのパワーストーンみたいなねブレスレットまた出てきました。ただね、これもなんかちょっと伸びちゃってて、さっきみたいにバーンって取れちゃいそうなので、慎重に見ていきます。はい、トラメっぽいやつかな。じゃん、こんな感じのパワーストーンみたいなブレスレットです。
トラメ石みたいなのと、あと黒いね線の模様がついている赤い石はジャスパーなんじゃないかなと思われます。はい、これはトラメ石ですね。はい、こんな感じの、パワーストーンみたいな定番のね、デザインのブレスレットです。無理にしたらねまたバーンって切れちゃうから、ちょっとつけるのをやめておきます。いやー、全部取れちゃいますね。はい、こんな感じでオビロンゴムは定期的に交換する必要があります。はい、バラバラと取れちゃいました。では次行ってみましょう。次は何かな。はい、じゃあこのお魚のペンダントトップです。素材の方は何でしょうか。はい、ちょっとね白っぽいやつです。はい、こんな感じのお魚のペンダントトップです。では拡大して見ていきましょう。はい、こんな感じです。結構ね細かい彫刻彫ったね形があります。これ尻尾の方でずっとくるとこれが頭です。はい、ちょっとたい焼きっぽい、形をしていますが、多分熱帯魚なのかな。はい、でこの見た感じのツヤと、はい、この光の感じは多分ねこれ貝でできてるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じの貝をね削ったり切ったりして作ったお魚のペンダントです。はい、では次行ってみましょう。次は何を、これじゃあこれ行ってみましょう。これもね結構大きいですね。キラキラのなんか反射した、さっきのねこの指輪よりも一回り大きいですね。はい、こちら見ていきましょう。じゃん。結構汚れがすごいですね。これ音波洗浄で超音波洗浄機でやれば綺麗になるかなと思うんですが、はい、こんな感じの汚れがね拡大してみると、見えてしまう、そんな状態です。でこの黒っぽいね、石は何なのかと申しますと、多分、煙水晶、スモーキークォーツなのかなと思います。はい、素材を示す刻印なんですが、裏返してみたんですけれども、特にねそういった刻印は見られませんでした。はい、こんな感じで、結構大きなね石がついています。では次行ってみましょう。次は何かな。はい、じゃあまたトラメ石のねブローチです。じゃあこんな感じの、はい、若干ねこのキャッツアイ効果みたいなのが出て、真ん中にね線が入っているのが見えます。結構綺麗ですね。大きさもそれなりにあるので、模様の方がねはっきりと見ることができます。はい、素材を示す刻印のようなものは特に見当たりませんでした。はい、そういったブローチです。では次行ってみましょう。次は何かな。はい、じゃあこちらですね、この着物のこの羽織紐の、はい、着物の羽織紐です。はい、では見ていきましょう。金具の方は特に刻印がなくて、色から見るとブロンズっぽいやつですね。はい、で、製品のなんていうんですかね、素材の方はちょっとわかんないやつですが、こんな感じのね綺麗な玉がついています。
もしかしたら貝を削り出して作ったものかもしれません。はい、そういったお品物でした。では次行ってみましょう。次は何かな。はい、じゃあこんな感じのね、結構古いデザインですね。この三角のカットが入っている金色のネックレスです。こちらを見ていきましょう。なんかね、この位置からでもこのプレートのね、なんか刻印が書いてあるのが見えます。はい、では拡大して見ていきましょう。はい、ここになんか書いてありますね。上の方はちょっと何て書いてあるのかわかんないです。あ、これね、K18 が途中で切れちゃってるんですね。で、その後、3mmGP。3ミクロンってことなんでしょうか。GP はメッキの表示です。はい、そんな感じなんですけれども、チェーンの方ね、結構古いデザインです。特にこの真ん中の、三角のカットですね。この棒みたいなやつがついてるやつは結構古いんでないかなと思います。はい、そんな感じの金色のね、メッキの刻印がついているネックレスでした。はい、では次行ってみましょう。次はじゃーん。はい、このキラキラのね、ついたこちらブレスレットですね。はい、こちらを見ていきましょう。じゃーん、こんな感じのね、ライスストーンみたいな小さい玉がいっぱいついています。はい、ずーっとこのキラキラの石がついているブレスレットですね。構造的な特徴からですね、こちら、このひっくり返してみるとですね、同じ、石枠ですね、四角い枠がずーっと同じ形のが続いています。こちらは、大量にね、量産したこんな感じのライスストーンとかガラスで作った模造石のようなね、小さな石がたくさんついています。結構ね、この反射と光の加減でね、キラキラして綺麗なんですけれども、そういったね、合成石だったりガラス玉の仲間だと思われます。はい、こんな感じのね、ブレスレットでした。では次行ってみましょう。次は何かな。じゃーん。はい。こちらはね、ネックレスなんですけれども、なんとこんな感じでね、ビヨーンってなる、オビロンゴムでこの長いのをね、作ったみたいです。はい、こんな感じの、なんか玉がね、いっぱいついてます。はい、またね、引っ張るとバーンってなっちゃうから、このままの状態で少しずつ見ていきましょう。はい。結構いろんな石がついてますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10種類かな。12種類かな。ちょっとわかんないです。はい、そんな感じのね、天然石を、いろんな種類をね、並べたのかなと思います。はい、そんな感じの、じゃあこういうマルチストーンになっている、ネックレスなんですけれども、このゴムのね、ビヨーンってなるやつで留められています。はい、では次行ってみましょう。次は何？なんだこれ。なんかこの青いね、しましまがちょっと気になる。かなり大きいんですけれども、これイヤリングです。はい、これは何でしょうね。ラピスラズリみたいな、表面の構造をしてるんですけれども、合間にね、この黒いなんか模様というか線がね、こう入っています。青いところはなんか天然石っぽいね、パイライトみたいな金色のやつがちらちらと、
見えるんですけれども、この加工された成形された状態がちょっと何なのかわかんないですね。この黒いのも入ってるので。で、素材を示すような刻印は金具の方には特にありませんでした。はい、そういったイヤリングの、石のついたイヤリングです。では次行ってみましょう。次はなんかね、この玉っぽいのと石っぽいのとこういうのがたくさん、これ結構長いです。はい。このね、目のなんかね、これは金具とかはないんですね。留め具のようなのは一つもないんですけれども、紐のようなもので、結ばれているみたいです。ちょっとね、長めなんですけど、はい。こんな感じの、目のかなんかの、石でできたネックレスです。では次行ってみます。この赤いのなんでしょうね。ガラスなのか、ガーネットのようなものなのか、拡大して見ていきましょう。はい、こんな感じです。なんか内包物らしきものがちらちらと見ることができます。はい、この辺もありますね。なんですかね、ガーネットなのか、それともこういうガラスをね、焼いたものなのか、拡大してみるんですけれども、ガラスによくある気泡のようなものは見えないんですけど、代わりにね、こういうなんか独特な内包物が見られます。はい。この辺もなんかついてますね。はい、そんな感じのネックレスでした。素材をね、示すような刻印は、この、缶っていうね、ナス缶とか缶っていうこのパーツのところには何も書いてありませんでした。では次行ってみましょう。次は、じゃあこちら、じゃーん。はい。なんとも言えない。これはアヒルのね、アヒルさんのブローチです。このね、白い玉がもしかしたら真珠なのか、ちょっと見ていきたいと思います。じゃーん。はい、これね、多分真珠だと思います。若干ピンクがかってるんですが、真珠のね、特徴的なこのモコモコ感ですとか、あと巻いてある感じですね、表面の。傷もあるんですけれども、真珠層のようなものが確認できます。なので、このアヒルくんは真珠がね、ちっちゃいんですけども、ついてるブローチになります。はい。では次行ってみましょう。だいぶね、すっきりしてきたんですけれども、じゃあこれ、ごっついのいってみましょう。結構重たいです。はい、この感じの指輪です。かなりね、なんていうんですかね、肉厚な作りをしています。じゃあ、はい、これを見ていきましょう。はい、こんな感じの、かなり肉厚のね、重量感のあるね、指輪なんですが、この真ん中についている緑色のね、特徴的な石。はい、この独特な線の模様と、この緑色の石は、クジャク石なんじゃないかなと思われます。はい。で、この指輪の素材なんですけれども、色の感じからは、真珠が使われているんじゃないかなと思われます。色がね、もう、落ち着いた、このいぶしたような色になってるんですけれども、真鍮のブロンズっぽいね、素材だと思われます。結構ね、重量感もあるので、そんな感じのものだと思います。はい、では次行ってみましょう。次
次はですね、これ、バラバラになっちゃってるのはもう、前の動画かな。多分、銀のパーツを取るために、外したやつか、それとも元から取れちゃってたやつなのかな。なんか、玉の方ね、模造真珠みたいなのがいっぱいね、玉が、散らばっています。で、この、天然石っぽいやつだけね、まとめて拾い集めていきましょう。はい、紫色のもありますし、この島状のね、目のっぽいやつとか、これはイヤリングかな。はい。あ、これ揃いましたね。こっちもイヤリングです。で、この紫色のと、この黒いのは何なのかわかんないです。これも目のなのか。はい。あと、この透明なやつもね、結構綺麗ですね。はい。では、こちら見ていきましょう。はい。じゃあ、こんな感じのね、天然石と思われる石がたくさんあります。で、これイヤリングなんですけれども、結構光のね、この加減で、こんな感じでね、透き通っています。あと、縞模様ですね。もうこちら確認することができます。拡大してみましょう。拡大してみるとこんな感じですね。はい。結構ね、色の感じが全部似てるかな。はい。こんな感じの、これ線がちょっとはっきりしてますね。はい。あと紫色のは、アメジストなのかなという石があります。はい。そんな感じのね、この天然石の石がもうジャラジャラのやつがこんだけありました。では次行ってみましょう。次はじゃあこの指輪行ってみようかな。指輪。これとこれがね、ちょっと似た感じです。はい。こんな指輪が出てきました。ではね、指輪の方も見ていきましょう。まずはこの指輪のね、内側です。内側の方をぐるっと見て、素材を示す刻印がないのか確認してみます。はい。素材を示す刻印があったんですけれども、多分ね、途中で、消えかかっちゃってるので、なんとも言い難いんですが、こんな感じです。シルバーってね、書いてあるように見えるんですけれども、このね、あとですね、今光でちょっとこれだけだとシルバーって見えちゃうんですが、この続きがね、あるんですよね。もうかすれてて見えないような打ち方なんですけど、多分ね、これやっぱシルバー地なんじゃないかなと思われます。あともう一つがこちら。はい、こちらもシルバー地で半分ぐらいやっぱ消えちゃってますね。なんでそんな適当なのかなっていうところなんですけれども、石の方は結構綺麗です。トラメ石だと思います。タイガーアイみたいなのがね、ついてるんですけれども、ブレスレットの丸い玉よりね、ちょっと独特な、なんか、模様が入ってますね。で、もう一つもこちら。こっちはね、まっすぐな線が入っています。はい、そんな感じのね、指輪が出てきました。はい、では次行ってみましょう。次はですね、じゃあこちら、この、キラキラのやつで見ていきましょう。これ水晶なのかガラスなのか。はい、こちらです。はい、こんな感じでね、綺麗にカットされてます。なので、光の加減でですね、こんな風に、キラキラしています。ちょっとね、このカットの角が割と丸いので、ちょっと水晶とか何なのかはわかんない感じですね。内包物も特に見られません。なので、ガラス玉みたいなやつかもしれません。では、もう一つ次行ってみましょう。こちら。じゃーん。はい。このね、表面の素材が結構綺麗です。はい、こんな感じのイヤリングですね。は
はい、この貝をね加工して作ったと思われるイヤリング見ていきましょう。はい、こんな感じでね光の加減で色も変わる。とても綺麗な独特なね貝の模様が見られます。拡大するとこんな感じです。はい、独特な光の反射でね模様と色の変化が見られます。結構貝の加工したものの中では、はい、主張が強いやつなんじゃないかなと思われます。では次行ってみましょう。次はこれじゃーん、これもねイヤリングなんですけれども、ここに止まっている石は何なのか拡大して見ていきましょう。これねなんかねオパールっぽいです。はい、では見ていきましょう。はい、これすごい綺麗ですね。有色効果、この緑色とか青い色、紫色がねこう光り輝くオパールの特徴である有色効果が見られます。はい、この、継ぎ目ですね、割れた石を、継ぎ合わせて作った、貼り合わせ石、モザイク状の貼り合わせ石です。こんな風にもう一つの方も見てみましょう。はい、こんな感じで綺麗ですね。独特な有色効果を確認することができます。はい、こんなねちっちゃいかけらをこの小さなところにね綺麗にはめ込んでいます。割れてしまったかけらなんかを集めて作ったんでしょうかね。はい、とっても綺麗なねオパールのイヤリングでした。じゃあでは次行ってみましょう。次といってももうあとこの3点とあとこの絡まっちゃってるやつですね。では指輪の方行ってみましょう。じゃん、この指輪内側の方になんか刻印があるのか見てみます。はい、スティールって書いてありますね。スティールなので鉄なんでしょうか。はい、ワンポイント石がついてるんですけれども、これが何なのか。ステンの指輪でもたまにねダイヤモンドついてたりするんですけれども、これはスティールって書いてあります。はい、では磁石の方をねつくのか試してみます。あれスティールって書いてあるんですけど磁石はつきません。よーく見るとねスティールの前に S がもう1個ついててステンレススティールのようです。はい、拡大してみますとこちらワンポイントで石がついています。はい、こちら念のためダイヤモンドの簡易テスターで検査をしてみます。はい、特に反応はありませんでした。何なのかはわかんないんですけれども、キュービックジルコニアみたいな構成された石ではないかなと思われます。では次行ってみましょう。次はこちらですね。じゃあこのなんか書いてある。側面にねちょっと読めないんですけどなんか書いてありますね。この紫色の石がついたペンダントのトップだけですね。これ見ていきましょう。はい、この横にね、刻印らしきものが見えるので先にそちら見ていきましょう。これなんて書いてあるんですかね。 NIC ちょっとね雑な刻印なのでこれが何なのかわかんないですね。反対側をぐるっと見てみたんですけれどもね他に刻印はありません。はい、紫色がとっても綺麗な多分アメジストだと思います。でこの辺にね内包物が見られるので、天然由来の石なんじゃないかなと思われます。
ちょっとね、枠の方の素材は何なのかわかんないですね。まあ、明記したやつだと思うんですけれども、まあ、謎の刻印がついています。銀なのか、まあ、金ってことはないと思うんですけれども、念のためですね、こちら、じゃあ、この試金石で軽く端っこだけ削って確認してみたいと思います。はい、こちらですね、軽く。はい。はい、こんな感じで金色のね、削り跡の方を確認することができます。はい、ではここに軽くね、テスターをつけて反応を見てみます。あれ、テスターの方で削り跡は消えませんでした。ただ、金とかの色ではないっぽいです。これは何なのか。とりあえずね、磁石の方をつけてみます。ちょっとね、バチンってつくわけじゃないんですけれども、少しね、弱磁性、弱いね、磁性があります。このじゃあ削ったところに直接ですね、このテスターをつけてみます。削り跡は消えませんが、はい、まあ、お決まりの反応ですね。この緑色の、泡が出ちゃってる反応が見られます。これが出ると、まあ、銀とか金とかそういったものではないです。はい。よく見たら、時間が経ったら、まあ、削り跡の方ね、ほとんど消えてしまいました。まあ、少しなんかの中途半端に残ってる感じに見えるんですけれども、まあ、大部分は消えてしまったよということです。はい、そんな感じの、まあ、ちょっと素材の方わかんないです。謎の、まあ、刻印もちょっと見られるんですけども、わかんないね。こういう、多分アメジストなのかなっていう石がついたペンダントトップでした。では、次はね、もうあとこの、バラバラになっちゃったやつと、あと、これなんだろうね。これもなんか、切れちゃいそうなやつがついてますね。はい、見た目こんな感じです。時々見かけるね、このなんか反射の強い、なんていうんですかね、キャッツアイ効果みたいなのが出てる玉なんですけれども、なんか、完全にね、全部同じに見えるんで、人工的なやつなのかなという、白い玉です。で、ちょっとね、また切れそうななんか寸前の状態になってるので、これはもう触らず、このままそっと置いておきましょう。で、こちらですね、この絡まってんのを、なんとかしてね、取り除かないといけません。救出したいと思います。いやー、これはね、結構大変ですね。すごい絡まってます。絡まってて、取れるのかどうかちょっとわかんないですけども、一つずつね、丁寧にやっていけば取れるはずです。で、この綺麗なね、キラキラのやつからいってみたいんですが、これさっきのブレスレットの多分仲間というかセットなのかな。こんな感じの、絡まってんのかな。ほどけましたね。はい。こんな感じの、先ほどのね、この、多分、ブレスレットと、セットなのか、それともこういう似たようなね、素材なのか、そんな感じの、ネックレスが出てきました。はい、こちらも拡大して見ていきましょう。ちょっとね、キラキラ感がかなり強いです。ちっちゃい石がね、たくさんついてて、はい、これはね、ちょっと綺麗に並べた方がよく見えるんじゃないかなと思って今切
麗に並べています。はい、できました。じゃあこんな感じのね、ちっちゃい石がいっぱいついたネックレスです。はい、では拡大してね、見ていきましょう。こんだけね、揃ってるともうキラキラで、とっても綺麗ですね。はい、マクロレンズをつけて撮影するとこんな感じ。じゃーん、この無数のね、ちっちゃい玉がとっても綺麗にね、キラキラ光っています。はい。さっきのね、ブレスレットと一緒で、素材を示すような刻印がなく、この特徴的な石のカットもね、似た感じ、合成石かガラスのね、玉のような感じがします。はい、そんな感じのネックレスでした。では次行ってみましょう。次が絡まってるから次いけないですね。はい。ではこちらちょっとね、取りながら出てます。この紫のね、玉がついたやつはなんとか取れたっぽいです。はい、取れました。結構綺麗ですね。長めの玉がついています。はい、この紫の玉も、なんかの、アメジストとかなのかな、なんか、はい、中にね、内包物が見られます。真ん中のね、この三角のカットされたやつはガラスっぽいんですけどね。はい、そんな感じの紫のね、玉がついたネックレスでした。はい、こんな感じ。ちょっと長めですね。では次行ってみましょう。次、これを取るのが大変だな。ちょっとこれは外すのに集中しないとダメか。はい、絡まっちゃってるんで、ピンセットでね、端っこから1本ずつ引いて抜くしかないかな、ほどいていくしかないかなと思います。こんな感じのキラキラの、はい、ネックレスなんですけれども、ここで絡まっていて、プレートには素材をね、示すような刻印はありません。で、引き輪の方ね、なんとか取れました。こんな感じのね、さっきのキラキラのと似たような感じのネックレスです。はい、では続いていってみましょう。続いて、ここにね、なんか書いてあるの見えます。このね、ロードクロサイトじゃなくて、インカローズかな、わかんないんですけど、なんか石があって、ここに刻印見えるんですけど、これがもうぐるぐる巻きになってて、全然取れないですね。はい、この中に一体何が入っているのか。こんな感じで、地道にほどいていくしかありません。なんかここにも刻印らしきものが見えます。この小判のね、パーツになんか書いてありますね。だけど絡んでて全然取れないです。はい、出ました。こちらね、この石がついたネックレスなんとか取ることができました。素材を示す刻印はないんですけれども、このトップのところにシルバーって書いてある気がする。じゃあ拡大して見ていきましょう。これ多分シルバーですね。シルバーって途中まで書いてあるけど、ちょっと消えちゃったんですかね。シルバーのように見えます。そしてこの石、これインカローズだったかな。ちょっとこれね、確認したいと思います。はい、多分ね、インカローズロードクロサイトだと思われます。一応ね、Google レンズでも見てみたんですけれども、インカローズで
出てきたので、特徴的なこの模様もね、比較的分かりやすいので、おそらくね、インカローズなんじゃないかなと思われます。はい、そんな感じのネックレスでした。こちらですね。チェーンの方は何も書いてなかったんですけれども、この石枠の方、ペンダントの枠の方にはね、シルバーって書いてあったので、じゃーん、こちら、今回のね、山の中でちょっとずつね、シルバーの方を見つけてきたやつに入れておきます。では、次ですね、なんとかこの、絡まってたのね、ほどくことできたんで、見ていきたいと思います。でこちらね、この小判のね、形をしたプレートのパーツのところにね、なんか刻印があったので、ここですね、見ていきたいと思います。あー、これは向きが逆だ。はい、こちら925の刻印があります。ということはこれは銀なのか。で、ちょっとなんか怪しいのは、このカニカンっていうね、パーツのところには刻印がないというね、ちょっと怪しい感じはします。このパーツにもシルバーであればね、書いてあるはずなんですよね。でも、このチェーンのこのキメの細かさはなんかね、大丈夫そうな気もするんですけれども、反対側に普通はプレートっていう板がついてて、そこに刻印があったりするんですけど、いや、なんか輪っかしかないです。ちょっとこれはね、微妙なところなんですけれども、でも一応925って書いてあるんで、わーい、銀が取れたということで、一応ね、ここ入れときます。で、後でちょっと検証しないともしかしたら違うかもしれないんで、あんま期待しない感じで。では次行ってみましょう。次ね、あとなんか刻印あったのあったんだよな。ほどいてる時にちらっと見えたのはこれだ。これとこれ。この金色のやつ。これを見ていきましょう。はい。お決まりの K18GP となってしまいました。はい。こっちもね、18GP になってますね。確かにね、金色のこの赤みがかった感じが普通のメッキよりちょっといいやつの感じはします。で、こんなね、石がついている、メッキだったんですけれども、色良さそうな感じのね、はい、これネックレスです。で、あとは、これも同じ仲間ですね。色がそっくりです。さっきのやつと。で、刻印がやっぱあって、多分ね、同じこと書いてある。じゃーん、はい。K18GP ってなってます。色もね、さっきのと一緒。この綺麗なね、金色。少しね、赤みかかってるんですけれども、まあいい感じの色ですよね。でもまあメッキです。はい。これとも同じような種類というか、パーツもね、作りがほとんど同じなんでシリーズっぽいです。では、こちらに見ていきましょう。もう一つあるのが、はい、これは何も書いてないんですけれども、石の方がね、結構綺麗です。はい、こんな感じのペンダントトップ。はい、紫の石がついてます。残念ながらね、刻印の方は何もありませんでした。はい、残り少なくなってまいりました。これとこれと、まあ、これも刻印はないですね、多分ね。これもない。こっちもないですね。まあ、石がなんかちっちゃいのいっぱいついてこんな感じで、まあ、綺麗なんですけれども、まあ、何も書いていないという。はい、このネックレスも出てきました。で、あとこの綺麗な、これはなんか書いてあるな。これと、あとこっち。プレートになんか書いてあります。はい、じゃあこれ見ていきましょう。かなりね、一回り引きがちっちゃいんで、ちょっとね、期待してるんですけど。
はい、これ引き輪の丸がね、一回りちっちゃいですね。はい、そういうパーツなんですが、じゃん。はい、1M って書いてあります。それからこっちはね、GF ってなってますね。はい、残念でした。だけどやっぱね、金色の他のメッキ製品に比べたら深みのある色してますね。はい、こういう細いネックレスと、こっちのね、普通のチェーンでした。はい、これで、全部終了です。あとこの玉ね、バラバラになっちゃったやつがこんな時があって、これで、あとどっかね、部屋の端っこの方に散らしてほしくないんですけど、こんな感じのね、玉がいっぱい。はい、もうパチンコ屋さんみたいなこのこういうのが出ました。ではね、ちょっと最後の締めを見ていきましょう。じゃーん。はい、こんな感じです。結構キラキラが多かったんですね。あとこの天然石系と、あとこういうね、お決まりのパターンのやつとかね。で、この残念ながらね、このバラバラになっちゃったやつ。だけどね、このルチルが入ってるやつは結構綺麗なんですよね。あとこの黄色いのは何なのか、色ついてますけど、まあシトリンなのか、ただのガラスとかに色つけたものなのか、ちょっとわかんないです。そして、じゃーん、これがね、今回5キロだっけ ?2.5 キロぐらいあった中をね、まあ、地道に探して見つけたシルバーらしき、金具ですね。とか、あと、12号とかなんか書いてあるやつ、銀が取れるんではないかというのと、あとこの、まあ、なんかね、アクアマリンなのか、なんかわかんないけど、この綺麗な石も気になるんですけれども、まあそういうやつ。で、あと、今回の、まあ、今までのね、来たやつですね。動画が1回、2回、3回、これで4回。4回かけて、まあ、ようやく、全部終わったというところがあって、これ全部ね、見ていきましょう。じゃーん。はい、この辺ちょっとね、すごい感じの玉がついているのと、あとこの、ダメだったやつ、変なパッがついてる金色のと、あとこの、まあ、パーストン系ですね、があって、まあ、今回のね、締めとなりました。これで、2.5 キロを全部見尽くしたんですけれども、やっぱりね、結構時間どうしてもかかっちゃうなというのがあります。はい。今後もですね、こんな感じの動画を作っていこうと思っています。もしよかったらですね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。指輪。